こんにちは、まるたびチャンネルのまるです。今回は小学校高学年の双子の娘たちが選ぶ万博ランキングをお送りします。家族で行く前や遠足で行く前にぜひ見てほしい動画になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。 Here we go。 小学校高学年の2人の娘が選んだ大阪万博楽しかったランキング。興味深かったのは2人のランキングが結構違ったこと。やっぱり同じように経験しても双子とはいえ楽しかったポイントは違うんですね。では早速10位から発表していきましょう。第10位は三菱未来館。三菱未来館はどんな場所だった？命の誕生ってあんな感じだったんだ。火星と地球が兄弟星って知らなかった。三菱未来館は命輝く地球を未来につなぐをテーマに、命の始まりから命の未来までを映像を使って紹介してくれます。残念ながら上映されている映像は撮影禁止だったのでお見せできないんですが、わかりやすい表現になっていて、遠足などで来る子どもたちなどに良い感じなのではないでしょうか。では続いて次のランキングに行きましょう。第9位はイタリア館のイタリアンジェラート。イタリア館で売られているイタリアンジェラート。イタリアンジェラートはどうだった？ピスタチオは濃くて美味しかった。アマレーナは初めて食べた味だった。どの味が一番美味しかった？いちご。めっちゃ並んでいましたが、30分ぐらい並んでやっとゲット。私たちはピスタチオ、シチリア、イチゴ、アマレーナを注文しました。アマレーナとはブラックチェリー味のジェラートで、苦味と甘さのバランスが取れた味わいです。中でもピスタチオが濃厚で風味が強く、めっちゃ美味しかった。アマレーナはあまり馴染みがない味だったので海外感があってよかった。値段はトリプルで1100円でした。これはぜひおすすめのスイーツです。第8位はぬるぬる。ぬるぬるは演出を楽しむインスタレーションモードと対話を楽しむダイアログモードがあります。私たちが体験したのはインスタレーションモード。ぬるぬるはメディアアーティストの落合陽一さんがプロデュースした作品で、鏡に囲まれた空間で音と光が融合した不思議な空間を体験できます。歪んだ合わせ鏡が織りなす無限に広がる空間に引き込まれます。ぬるぬるはどうだった？外の壁が動いてて驚いた。なんかラプラスみたいな声で泣いててすごかった。中の演出はどうだった？点々がいっぱいあって気持ち悪かった。光と音はすごいけど、動いている墓みたいなのが落ちてきそうで怖かった。パビリオンの外からの景色は昼と夜はどっちがかっこよかった？夜。続いて第7位は噴水ショー。噴水ショーは青と夜の虹のパレード。ここウォータープラザには約300機もの噴水装置が設置されているようです。噴水ショーはどうだった？人が多すぎて見にくかったけどめっちゃ綺麗だった。音も聞きやすくて虹の演出がめっちゃ綺麗だった。映し出されるキャラクターは見えた？鳥のドードーが面白かった。いろんな動物が出てきて迫力があった。もう一回見たい？見たい。噴水ショーは物語仕様になっていて、中央のウォーターカスケードと呼ばれる水のスクリーンにキャラクターが映し出されます。吹き出される水、響き渡る音楽、ウォーターカスケードに映し出される映像。でもこれだけじゃないんです。このショーにはレーザー光線や本物の炎を使った演出がされているんです。めっちゃ迫力がありますよ。こちらもぜひぜひ会場で大迫力の噴水ショーを見てくださいね。絶対見逃せない内容になってますよ。
続いて第6位は、ガンダムパビリオン。パビリオンの前には、実物大ガンダム。この姿には、未来に向けて希望を差し伸べるというメッセージが込められているんだとか。最初の部屋で流れるモビルスーツの映像にワクワクが止まりません。次の部屋では、宇宙ステーションと地上をつなぐ軌道エレベーターの説明動画を大きなモニターで見た後、隣のエレベーターの中へと誘導されます。ガンダム感はどうだった？スクリーンが大きくて迫力があった。床が揺れたり、エレベーターが上がる感覚がすごかった。宇宙ステーションに入った私たちを待ち受けているのは、宇宙ゴミの中に紛れ込んでいたジオングとの戦い。これがかなり迫力と緊張感があって、めちゃくちゃ没入感が味わえます。映像も音響もすごく迫力があって、本当に目の前で戦っているよう。そして最後の部屋ではガンダム登場で戦いはクライマックス。ここも周りをモニターで囲まれているので、本当に宇宙船の周りで戦いが行われているような感覚に陥ります。勉強ではないと思う。まあでも宇宙でこれからそうやって生活したりとか研究したりとか、そういうのが当たり前になってくるってことなんじゃない？ガンダムの戦いはどうだった？音も迫力があったし、ガラスが割れる画像なのがリアルだった。すぐ近くで戦ってるように感じた。宇宙に行きたいと思った？宇宙は怖いしね、ゴミもいっぱいだし。確かに。おまけ映像は命のパークのミスト。このミスト全然周りが見えへんかったよな。めっちゃ霧がかかってたし見えへんかった。めっちゃ面白かったし涼しかった。すげえ全然見えない。第5位は、電力館。電力館は4月に来た時から気になっていたパビリオンで、見た目からすごくないですか？このシルバーにした理由をご存知ですか？実はこの色は天気や時間帯によって見える色が変わるんです。それは未来に向けた多くの可能性を表現し、自然や周囲の環境との調和を表しています。いよいよ中に入っていきます。電力館も面白かったよね。いろいろな遊びができて楽しかった。卵の色が可愛くてテンション上がった。中は一人一個光る卵を持っていろんなゲームにチャレンジしていきます。これは子供たちも大興奮。人もいっぱいいるので少し並ばないといけないものもありますが、皆さん楽しそう。後で成績が見られますよ。時間になると卵が白く光るので退出の時間です。隣の大きなモニターがある部屋で電力について学んだ後、これで終わりかと思いきや、まだまだ残っていました。見てください、この幻想的な光灯との大迫力。無数の LED が織りなす芸術作品。これは知らなかった。続きはぜひ実際訪れて体感してくださいね。映像では伝わらない感動が待っていますよ。最後の光の演出もすごかったよね。めっちゃ綺麗やった。いろんな色があってすごかった。いやー、電力館も楽しかった。もっともっとゲームもやりたかったけど仕方ないですよね。第4位はドローンショー。ドローンショーはどうだった？ドローンって動かすの難しいのにいろんな模様を作ってて
すごいなーって思った。めっちゃ綺麗やった。1000台ぐらい飛んでるらしいよ。やば。すごーい。ドローンショーを見るのは初めてだったよね。ドローンショーってこんなにすごいんだね。テレビで見たことあったけど、それよりすごかった。ドローンショーをどこから見るのがいいかと考えていましたが、他の人の投稿を見ると、噴水ショーの観覧席から見るのがいいとか、大屋根リングの上部から見るのがいいという意見がありました。あ、大屋根リングって実は部分的に2段になっていて、上部に上がるとまた違った景色が見えるんです。でも上段に上がるときには注意が必要で、8時45分には上に入っていけなくなるので、ここで見たい人はそれまでに上段に上がるようにしましょうね。ショーは約10分間。万博を楽しんだ最後のフィナーレには最高の演出になっていますよ。残るはトップ3。第3位はポルトガル館のエッグタルト。エッグタルトってどんな味だった？めっちゃ美味しかった。もう一回食べたい。中に入っているカスタードが超美味しかった。お店の人はどんな感じの人だった？優しかったよ。外国の男の人がウインクしてくれた。1個税込み453円です。これはぜひぜひ食べてほしいスイーツです。第2位は命の未来館。ここは石黒博さんがプロデュースしたシグネチャーパビリオンで、アンドロイドやロボットが私たちを迎えてくれます。ここは3つのゾーンで構成されていて、ゾーン1は物に命を宿してきた歴史が紹介され、ゾーン2では50年後の高度なアンドロイドが人の人生の中で大きな役割を果たしている未来が描かれています。しかも50年後の人の命の選択が今の私たちに提起されていて、めちゃくちゃ考えさせられました。人の命はアンドロイドを通じて生き続けるべきなのか、それとも自然の摂理に従って消滅していくべきなのか、涙なしでは見られないパビリオンです。ゾーン3では1000年後のアンドロイドが紹介されています。これは人間なのか？アンドロイドなのか？ここもぜひ訪れてほしいパビリオンです。命の未来館には何があったの？アンドロイドがいて本物っぽかった。肌の色とか本物に見えた。何が一番印象に残ってる？おばあちゃんが自分をアンドロイドに変えるか悩んでいるところ。50年後の未来にアンドロイドがたくさんいることに驚いた。今回の大阪万博のテーマは命輝く未来社会のデザイン。私としては命に関して一番考えさせてくれたパビリオンがここでした。でも内容が少し難しいかなと思っていましたが、2位になったことが少し驚きでした。栄光の第1位はガスパビリオンお化けワンダーランド。ガスパビリオンお化けワンダーランドは日本ガス協会主催のパビリオンで、化けろ未来をコンセプトとし、XR ゴーグルをつけてお化けたちと一緒に未来に向けて化ける、ドキドキワクワクな体験のできるエンターテイメントパビリオンです。そうそう、並んでいる間にアプリを取ってパビリオンにスマホを向けると、こんな映像を見ることができるんです。待っている時間つぶしにぜひやってみてくださいね。ここで出てくるお化けのミッチーが可愛いんですよ。また XR ゴーグルで見ることができる飛び出るお菓子やキャラクターなど、結構リアルで楽しい。1位に選んだのはなんでなん？ミッチーが可愛かったから。画面から飛び出てくるおもちゃやお菓子を集めたところが楽しかった。 XR ゴーグルがすごかったよね。ミッチーと
同じお化けになったことがすごかった。悪役が飛び出てくるところがびっくりした。人間のわがままで環境が壊れてしまうことが分かったね。だから誕生日プレゼントはこれからなし。やだ。ここでは環境問題をすごく考えさせられました。ちなみにうちの子はミッチーが可愛すぎて2200円のカチューシャを買っていました。はい、以上が小学校高学年の双子の娘たちが選んだ万博おすすめランキング10でした。ちょっと意外なものも上位に入ってたりして面白かったですね。皆さんはどのパビリオンが気になりましたか？ぜひコメントで教えてください。これから学校の遠足で万博に行く人もいると思います。また家族で訪れる予定の人もいると思います。この動画が役に立ったと思ってもらえたら最高です。次回は私のランキングでも発表しようかな。いらん？まあそう言わず見ていただけたら嬉しいです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価ボタンとチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いします。皆さんが楽しい万博を過ごせるように、また万博に行けない人が少しでも会場の雰囲気を味わえるように配信していきますので、応援よろしくお願いします。